今回の問題。SVI とはスイッチバーチャルインターフェースの略で、スイッチ内部にある何々なインターフェースのこと。SVI はルーティングさせたい何々ごとに作成し、何々を設定することで個々の何々の接続口として機能する。設定の流れは SVI の作成としてインターフェース何々と設定し、その後に IP アドレスの設定をします。さあ、ハテナに当てはまる文字、皆さんわかりますでしょうか？少し考えてみてください。それでは答えの発表です。答えはこちらです。はい。皆さんいかがだったでしょうか？それでは今回は一緒に SVI について勉強していきましょう。始めていきます。今回は L3 スイッチの SVI、スイッチバーチャルインターフェースをテーマに一緒に勉強します。ちょっと難しく感じるかもしれませんが、SVI というのは論理的な機能なので、物理的な制限を受けることがありません。SVI を使うようになると、L3 スイッチの性能をより活用できるようになりますので、一緒に頑張って勉強していきましょう。まず少し復習をしていきます。L3 スイッチのポートにはいくつか役割がありますよというお話を前回しています。スイッチポート、ルーテッドポート、そして今回のテーマの SVI です。ルーテッドポートは前回勉強しました。物理ポートをルーターのインターフェースのように動かしてルーティングさせることができます。ただ、ルーテッドポートとして利用する場合は、サブインターフェースが作れなかったり、物理ポートに対して設定を行うので、物理的な制約が出てきます。一方、今回勉強する SVI は仮想的なポートを作って複数の VLAN のデータを転送できるようになります。仮想的なポートなので物理ポートの数の制限がなく転送することができます。SVI の方がルーテッドポートより拡張性が高いので SVI が使われることの方が多いです。ただ、それほど大きくない限られたネットワークなら設定や管理がシンプルなルーテッドポートが使われる場合ももちろんあります。SVI かルーテッドポート、どちらを利用するかは対象のネットワークの全体像によって変わるので、どちらでも理解できるようにしておく必要がありますね。それでは今回は SVI、もう少し詳しく見ていきましょう。SVI は先ほどもお話したようにスイッチバーチャルインターフェースの略です。別名 VLAN インターフェースと呼ばれることもあるそうです。L3 スイッチで VLAN 間ルーティングする場合を考えていきます。先にお伝えしておくと SVI というのはここのインターフェースのことです。流れで見ていきます。VLAN10 の PC から VLAN20 の PC へ VLAN 間ルーティングで通信させたいとします。PC は物理的に存在するスイッチのポート1番に接続されているので VLAN10 としてデータが扱われることになります。トランクポートを通っていくときには .19 のトランキングプロトコルを使っていれば VLAN10 のタグが付けられて転送されていきます。VLAN10 のタグが付いたフレームが L3 スイッチに届きました。タグの情報を見て L3 スイッチは内部の仮想スイッチにフレームを転送します。VLAN10 なので VLAN10 の方のスイッチに転送しましたね。さらにそこから VLAN10 と VLAN20 の VLAN 間ルーティングをするために SVI にデータを転送してルーティングをします。L3 スイッチのルーターの機能で VLAN と VLAN20 のネットワークを接続してくれているのでデータは VLAN20 のスイッチに転送されることになります。VLAN20 の仮想スイッチから来たフレームなので VLAN20 のタグをつけて物理スイッチに中継してあげます。物理スイッチではそのフレームのタグを見て物理スイッチのフレームを対象のポートから送り出してあげます。このような流れで L3 スイッチの SVI を使った VLAN 間ルーティングが実現されます。ここで理解しておきたいのは L3 スイッチ内部のスイッチと L3 スイッチのルーターの接続口が SVI になっているというところですね。デフォルトゲートウェイのような役割をしてくれています。SVI は仮想的なインターフェースなので VLAN の数に応じて柔軟に作成することができます。なので物理的な制限を受けるルーテッドポートよりも拡張性が高いです。それでは今回は SVI を使って VLAN 間ルーティングをパケットトレーサーを使ってやってみます。それではパケットトレーサーに移動しましょう。それでは今回は L3 スイッチの SVI を使って VLAN 間ルーティングをしてみましょう。今の構成の段階ではルーターオンアスティック構成で VLAN 間ルーティングをしている状態です。
設定は一通り入っているので VLAN 間ルーティングできる状態なので、念のため今の状態で疎通できるか疎通確認をしてみましょう。シンプル PDU を選択して VLAN10 内の PC0 からルーターを中継して VLAN20 内の PC1 へ疎通できるか確認してみましょう。はい、1回目は ARP が原因で失敗してしまっていますが、もう一度実行するとサクセスフルに変わっています。成功していますね。今は VLAN10 と VLAN20 がルーターオンアスティック構成によって VLAN 間ルーティングされている状態です。それでは L3 スイッチを使って VLAN 間ルーティングやっていきましょう。まずは L3 スイッチを配置するところから始めます。今回は3560を配置したいと思います。L3 スイッチの3560を選んでこの辺りに配置してください。ではルーターではなく L3 スイッチで VLAN 間ルーティングを行うので収容を変更しましょう。マルチレイヤースイッチの Gigabit Ethernet 0/1に接続してください。ではここから L3 スイッチで VLAN 間ルーティングができるように設定をしていきます。まずは L3 スイッチのルーティング機能を有効化しましょう。 IP ルーティングです。それでは IP ルーティングを入力します。はい、IP ルーティングが入ってルーティングが有効化されました。次に VLAN10 と VLAN20 を作りましょう。 VLAN10 を作ります。できたら EXIT で抜けます。次は VLAN20 を作ります。できたら EXIT で抜けます。イメージとして今のコマンドで L3 スイッチ内に VLAN10 のスイッチと VLAN20 用のスイッチを作りました。では次に SVI を作成していきましょう。SVI なのでここのインターフェースですね。各 VLAN が他のネットワークと接続するために接続してくる接続口ですね。では SVI 設定します。まず VLAN10 の SVI を作るときにはインターフェース VLAN10 と入力します。SVI を作った段階でステータスがアップしたというメッセージも出てきています。なのでノーシャットダウンで開放する必要もなさそうですね。では IP アドレスを設定します。IP アドレスは VLAN10 の端末が VLAN 間ルーティングをするためにルーティングしてもらう IP アドレスを指定する必要があるので VLAN10 のデフォルトゲートウェイとして設定する IP アドレスを設定します。入力できたらエンターをします。SVI を作った段階でステータスアップになっていますが、機器によってはノーシャットダウンが必要になる可能性もあるので念のためノーシャットダウンもしておきましょう。では次同じように VLAN20 の SVI を作っていきます。インターフェース VLAN20ステータスアップになっています。ここで IP アドレスは VLAN20 のデフォルトゲートウェイとして設定する IP アドレスを設定します。念のためノーシャットダウンもしておきましょう。設定ができたら SVI の確認をしておきましょう。確認は Show IP インターフェースブリーフで確認することができます。Show IP インターフェースブリーフの出力結果がこちらです。VLAN10 と VLAN20 SVI がそれぞれできていて IP アドレスが設定されておりそれぞれステータスがアップになっていてしっかり使えるようになっていることがわかります。ではこの状態で VLAN 間ルーティングができるかやってみましょう。最初と同じようにシンプル PDU を使って PC0 から PC1 VLAN 間ルーティングを行います。1回目は ARP が原因に失敗しました。もう一度やってみると同じように失敗してしまいました。SVI を使った VLAN 間ルーティングは通常よりも少し時間がかかるようです。何度か疎通確認を行ってみます。3回目で成功しました。この SVI の流れは少し複雑なのでシミュレーションモードも使ってもう一度見ておきましょう。PC0 から PC1 宛てのデータが生まれています。スイッチに渡りました。スイッチの FA0/1 は VLAN10 なので VLAN10 の通信として扱われます。VLAN10 のタグが挿入されてマルチレイヤースイッチに届きます。内部はこのような構成になっていて今データが届いた段階ですね。トランクポートでは VLAN10 というタグの内容を見て VLAN10 のスイッチに渡してあげて SVI で設定したインターフェースにデータを渡して内部のルーターでルーティングをして VLAN20 のスイッチに渡してそこからトランクポートへ帰ってくる。トランクポートから帰ってきたらそれをまたスイッチに渡します。この時にはタグ20で受け取っているので VLAN20 が属している FA0/2 からデータを転送して PC1 にデータが届くとこのような流れになっています。それでは今回は L3 スイッチを使って SVI を使った VLAN 間ルーティングを一緒にやってみました。実習は以上です。お疲れ様でした。はい、実習お疲れ様でした。それでは冒頭の問題の答え合わせをやっておきましょう。SVI とはスイッチバーチャルインターフェースの略で
スイッチ内部にある仮想的なインターフェースのことです。SVI はルーティングさせたい VLAN ごとに作成します。IP アドレスを設定することで、個々の VLAN の接続口として機能します。設定の流れは SVI を作成するときに、コンフィギュレーションモードでインターフェース VLAN、後ろに VLAN 番号をつけます。SVI へ IP アドレスを設定する方法はいつもと一緒です。IP アドレスで、後ろで IP アドレスとサブネットマスクを指定してあげます。それでは今回は SVI について一緒に勉強しました。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。